29話、害虫駆除の解説と考察まとめ。ボルトトゥーブルーボルテックス、29話掲載の V ジャンプ2月特大号が、2025年12月19日に発売された。前回28話、新たな力では、戦いに備える忍びたちと、想定以上の早いタイミングで襲来したマムシの模様が描かれた。スミレとイノジンには、マムシとの戦いに向けて課題を与えられていたが、2人とも1日ほどで済ませていた。一方のスミレにはボルトの剣の修復を依頼されていた。スミレは新たな技術を発明する可能性を生かして、ボルトの剣を一周、剣に内波竜剣術羽衣の補助機能や、奪われた場合の安全機能を追加した。また、スミレは機能説明の最後に、剣に特殊な支えを使っていると言い残している。もう一方のイノジンには、神殿神の術の上位互換となる術を形にする課題が与えられていた。1日で形にしたその術の名前は、神殿神の術。神殿神のように遠隔で会話ができる効果に付け加え、受信者の周囲で発せられる振動を感知することもできる。早速この術が中心となった作戦が始まることとなる。この戦いで指揮を執る鹿丸は、神殿神でメンバーに作戦内容を伝えていた。メンバーはこの戦いにおいてボルトに敵対しない者が選ばれた。鹿丸は神殿神を使って、捕らえたマムシの居場所をメンバーに伝えるという。早くもイノジンが木の葉に侵入したマムシの群れを発見。飛来神の術を使って到着したボルトが、マムシの1体を切る。しかし、近くにいたマムシが4体に分裂。加藤忍術で応戦した。この攻撃に対応するために、ボルトが発動した術はカーマだった。ボルトが術の吸収能力を使用したシーンで28話は終了。29話はここから展開される。この動画では29話、害虫駆除の解説と考察をやっていこうと思う。このチャンネルでは、ナルトやボルトを他にはない視点で深掘りしていきます。新たな発見や面白さにつながると思いますのでぜひチャンネル登録をお願いします。29話は、マムシを倒すための作戦を実行するボルトたちの様子が描かれた。その前に25話の回想が展開される。25話では、ボルトが桃式から力を貸してもらうため、精神世界で話を持ちかけた。桃式はジュラを倒したら体を明け渡すというボルトの提案に一瞬耳を疑うが、確認する必要まではなかった。二人は今や一心同体、お互いの思考が筒抜けの状態であった。第1部75話時点での彼らの思考は一時的に混成するくらいの状態だったが、そこから約3年の年月をかけて一つの思考へと変化していったのだろう。その結果、ボルトは協力してもいいという桃式の心変わりを、桃式はボルトによる命を懸けた覚悟を感じ取っていたということになる。そして場面は現在に戻り、ボルトはマムシを相手にカーマを発動した。螺旋岩や濁岩などを駆使して周囲のマムシを一掃。カワキや第10版も多くのマムシを次々に倒していった。幸いなことに、比較的少数のマムシに対しては問題なく戦えている様子。イノジンも彼らの戦いぶりに好感触を示していた。ただ、それとは裏腹に孤児が慎重な様子を見せていたことが気になるところ、この戦いにはまだ何らかの懸念があるのだと考えられる。孤児の懸念点として考えられることの一つが、次の場面にある。木の葉ではマムシとの戦闘と並行して、コブによる尋問も行われていた。コブは美月がボルトに取り付けられていた封印手枷を解いたと見当をつけていた。この様子をそばで見ていたこのハマル、西に頼んでもう一度尋問室に入った。このハマルはコブの疑いの目を鹿丸からそらすため、自分が手枷を施錠していなかったという嘘の供述をした。しかしコブはこのハマルの嘘に一切動じず、鹿丸を呼ぶように指示。鹿丸の尋問が始まろうとしていた。その頃、尋問の様子を見ていた際に、監知班から連絡が入る。際は人真珠とボルトが侵入したという報告を受け、現場に警務部を向かわせた。このことを知った鹿丸は、際に美月を解放するように求めた。すでに50体以上に増えているマムシ。作戦での理想は20から30体だとされていた。害虫を駆除しきるために誰一人勝ててはいけない状況で、サイとコブが無事に協力してくれるのかどうかが今後注目すべき点だろう。早めに倒しきることができなければ、際限のない力を持つマムシを相手にボルトたちが消耗してしまう。そしてマムシが手に負えない数にまで増えてしまう危険性もある。29話最大の見どころはやはり、ボルトの真術、カーマだろう。カーマを発動することで、様々な基礎能力が底上げされる。今回はその中で、チャクラ量という面での向上が見られた。それがボルトの超大玉螺旋岩に現れている。アニメでの話になるが、通常時のボルトは大玉螺旋岩を使うことができない。畑かかしによると、ボルトには大玉螺旋岩を繰り出せるほどのチャクラ量がないという。大玉螺旋岩はナルトが戦術チャクラやクラマの力を借りてようやく使うことができる術でもある。相当のチャクラ量が必要になることがわかる。ただ今回、ボルトがカーマを発動することでその問題は解消されるということが判明した。過去にもボルトが超大玉螺旋岩を使ったシーンは2回ほど存在するが、
それはモモシキがボルトの体を乗っ取った時の話。ボルトが自らの意志で超大玉螺旋丸を繰り出すのは実は今回が初めてとなる。また螺旋丸渦彦の強化にも期待がかかる。カーマによって得られるチャクラは特殊なチャクラである可能性がある。カーマとよく似た術に呪印がある。この呪印は自然エネルギーを取り込む性質があることから戦術チャクラの使用を可能にしている。この比較からカーマにも戦術チャクラのようなチャクラが得られる効果があると考えられる。それが星のチャクラであったとしても不思議な話ではない。渦彦のため時間の短縮または省略ができるかもしれない。威力を高めることにもつながるだろう。ボルトは忍者の集大成のようなキャラクターをしている。戦術の引き出しが多く戦うたびに可能性や見応えを感じられる。それは次に解説する白眼からも考えられる。ボルトがモモシキの力を借りている間、右目の模様が変わる。カワキによって右目が失明してからは再生する形で現れている。今回29話ではこの目が白眼であることが判明した。以前にもボルトの右目にこの模様が現れたことはあったが、名称が明示されたのは実のところ今回が初である。虹彩は白眼の色をしていたが、使用時の特徴である血管の浮かび上がりが見られず曖昧な状況であった。おそらく原作第1部冒頭でボルトが見せた右目も白眼である可能性が高い。読者の中にはこの目が上眼であるという説を唱えていた人もいたが、今回のシーンによってその可能性が薄くなったということになる。上眼とはアニメボルトにて1話から登場する謎の動力、大筒木トネリが他の大筒木の襲来を危惧してボルトに与えたとされる力であるが、トネリからの言及が少ないことからその詳細は不明。トネリの封印とともに上眼も謎に包まれることとなった。強いて明らかとなっている効果を上げるのであれば、負のチャクラを視認したり、時空間忍術が使えたりすることくらいだろう。そんな上眼はアニメと原作のつながりを示す鍵となり得る力であり、原作でのトネリ登場につながる希望の力でもあった。ただ、今回の白眼からもわかる通り、漫画とアニメの整合性は取れているとは思えない。アニメ第1部でのサラダは中忍になっているのに関わらず、原作第2部で下忍のままであることが判明しているなど、アニメオリジナルストーリーを差し込んだことによる設定の違いが生じている。現状はアニメと原作は別の話であると結論付けざるを得ない。近いうちに掲載されるであろうボルトの Q&A 企画で、アニメと漫画のつながりについての質問が採用されていることを祈っている。ボルトの右目が上眼であるかどうかはさておき、彼の白眼が特別な白眼であることには変わりない。第1部75話からわかる通り、ボルトの右目は自身にまつわる未来の断片を見ることができる。これはモモシキからボルトへ受け継がれた固有の能力、他の大筒木一族やヒューガ一族には備わっていないものである。75話では、ボルトとモモシキの思考が交戦したタイミングでこの能力が現れていた。この時点から約3年が経ち、互いに思考がわかる状態にまで変化している。2人がさらに先の未来を再び見ていたとしても不思議ではない。孤児の話していない重要な情報を知っている可能性もあるだろう。また、ボルトが白眼から受ける特別な恩恵は未来視だけではない。目視できる範囲が広がったことで、飛来神の術の強力な補助にもなる。ボルトの飛来神は、目視可能な範囲の移動に関しては精度が上がる。白眼を得得したことで、ほぼ360度の視界と透視、そして防衛能力を身につけた。この能力のおかげで飛来神の瞬時の使用はもちろん、遠方へ移動する際の使用もより正確に行うことができるだろう。ボルトの白眼には、上眼に負けないほどの可能性が秘められている。29話では、カワキがカーマと共に黒眼を発動していた。黒眼はボルトの上眼と並んで謎の多い動力である。公式サイトの真実、スクナヒコナの説明の中に記載されているくらいで、原作では説明は愚か名前すら言及されていない。また、風の国で繰り広げられたチラとの戦いにおいて、カワキはこの動力を使っていなかったことなども重なり、謎が深まった状況となっている。この目にどんな効果や意味があるのかが気になるところ、現状、スクナヒコナの発動のために使われるという説明がされているが、スクナヒコナそのものは黒眼を発動していない時でも使えることから曖昧である。ただ、黒眼の効果のヒントとなり得るシーンが過去に2つほど存在している。1つ目は大筒木一式やカワキが真術、大黒天を使っているシーン。個人的に、黒眼はスクナヒコナより大黒天の発動時に使われている印象の方が強い。大黒天の発動時にも黒眼のアップが入る。黒眼は真術の効果を使う対象や位置を目視して決める補助的な効果を持つ可能性がある。2つ目はアニメ217話、一式がナルトからの猛攻を受けているシーン。一式は目の能力を使って自身のオーラが消えかかる様子を見ていた。このオーラはチャクラであるという見方もできるが、この時ナルトが使用していたバリオンモードの効果から、
別のものと捉えることもできる。バリオンモードには触れた相手の寿命を削り取る効果がある。このことから一式に見えていたオーラは自身の寿命を表したものだったのではと考えられる。黒眼はチャクラとは違った生命力を見ることができる能力なのかもしれない。以上が現時点で示唆されている黒眼の効果である。他にも第1部73話でカワキが桃式の気配を感じ取っていたことなども謎として残る。一式とカワキの目には様々な可能性が秘められている。いつか黒眼についての謎が解き明かされることを期待している。以上が最新29話の解説と考察になります。過去の解説、考察動画では29話時点でもまだ明かされていない内容に関する解説や考察もしていますので、よければ視聴していただけると嬉しいです。ここまでの内容は個人的な妄想を多分に含んでいます。多めに見ていただけますと幸いです。今回の動画に関する感想や意見がありましたら、コメントで教えていただけると嬉しいです。もしこの動画が面白いと思ったら、高評価とチャンネル登録をお願いします。ご視聴ありがとうございました。